皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日はジャパニーズトークです。この動画では私はなるべくナチュラルなスピードで語彙コントロールをせずに話します。15言語の字幕がありますので、あと日本語の字幕もありますので、ぜひ CC をつけながら聞いてみてください。今日のテーマは読書です。読書。これは本を読むことです。読書は名詞です。例えば、私の趣味は読書です。このように言うことができます。はい、これね、実はラジオでも話したんですけど、何%とか数字がたくさん出てきて、結構ね、難しかったと思うんですよね。で、あと、読書について話してほしいっていうリクエストも結構あったので、ちょっとこちらのね、あかね的日本語教室の方でも話したいと思います。まず、皆さんに質問があるんですけれども、皆さんは1ヶ月に何冊本を読みますか？はい。多分ね、全然読めない人もいると思うし、毎月たくさん読んでる人もいると思います。これがいいとか悪いとかっていう話を私はしたいのではなくて、ちょっとね、こんなデータを見つけたので、皆さんにシェアしたいと思います。ちょっと待ってくださいね。さっきスクショしたので、参考にした、データのリンクも概要欄に貼っておきますね。これは日本で行われた調査なんですけど、1ヶ月に読む本の冊数について、あなたは現在1ヶ月にだいたい何冊くらい本を読んでいますか？電子書籍を含みますが、雑誌や漫画は除きます。っていう質問に対して、何%以上の人が1ヶ月に1冊も読まないと答えたと思いますか？1ヶ月に1冊も読まない人は 62.6% という結果が出ています。そして1ヶ月に1、2冊読む人が 27.6% だったそうです。これは令和5年の結果なんですね。で、同じ質問を平成30年にしていて、平成30年の時の結果は1冊も読まない人は 47.3%、1、2冊読む人が 37.6% だったそうです。つまり、平成30年に、1冊も読まないと回答した人が 47.3% で、令和5年が 62.6% なので、15% 読まなくなったという結果になっています。で、じゃあね、実際に本を読む人にどうやって本を選びますかっていう質問をしたところ、これはちょっと私意外な結果だったんだけど、書店で実際に手に取って選ぶと答えた人が 57.9% もいました。で、あとはインターネットの情報を利用して選ぶっていう人が 33.4%。あとはいろんな、選び方が書いてあったんですけど、私はやっぱりインターネットで探したり情報を得て、でインターネットで本を買う人が多いのかなって思いました。でも私もそうなんだけど、確かに本屋に行って、書店って本屋のことなんですけど、書店に行って本を買うことが圧倒的に多いです。以前本屋で撮影した動画もあります。ぜひ見てください。理由はいろいろあるんですけど、本屋さんに行って実は買う予定がなかった本に出会うことってたくさん私はあります。Amazon で買う場合はもう欲しい本があって、で本屋さんに行ったけどなかったとか、ちょっと外出する機会がないからですぐ欲しいからネットで買おうっていうパターンが多いです。つまりもう欲しい本が決まってて、その本しか買わないんですね。Amazon で買う場合。でも本屋さんに行くと、これ興味あるなとか、これ面白そうだなと思って手に取って、で実際に買うっていうパターンが多いです。でね、そうそう、もう一つ、皆さんにシェアしたいことがあって、読書量が減っている理由について、どうして、読書量が減っていますかっていう質問をしたところ、
これ多分皆さん想像つきますよね。はい、一番多かった結果が情報機器で時間が取られる。情報機器、つまり携帯電話とかスマホとかパソコンのことです。やっぱりスマホが普及してから本当に私もそうだけどスマホを使ってる時間が長いです。だから本当はその時間を読書の時間に当てることもできますよね。もちろん仕事で使ってる人もいると思うし、私も仕事のメールとかスマホで返信することもあるんですけど、でもそうじゃないのもありますよね。こうなんとなくインスタを見たらあっという間に何十分も経ってたっていうことが私はあるので、じゃあその時間本読めるよねっていうはい、話ですね。で、私の話をすると、私も1ヶ月に1冊も読まない時があります。なんて言えばいいのかな。本は結構読む方なんですけど、もちろんね、日本語を教えてるので、その日本語教育に関する本とか、日本語の文法の本とか読むんですけど、その必要なページしか読まないことが多いです。例えばじゃあ明日助詞を教えるってなった時に授業準備するんですけど、その授業準備する時にこの本の例えば10ページから15ページまでが助詞について書いてある本だから、じゃあそれをちょっともう一度読んでおこうとか、そういうパターンが多いので、丸々一冊そういう参考書みたいなテキストとかを読むっていうのはあんまりないです。ただ私は小説が好きなので、一時期1ヶ月に3冊から4冊くらい読んでいる時もありました。今は多くても1冊か2冊くらいだと思います。皆さんはどうですかね。ぜひコメントで教えてください。で、私が好きな小説と、あとちょっと皆さんにおすすめしたい本を紹介したいと思います。私は東野圭吾さんっていう小説家さんがすごく好きで、多分20冊以上東野圭吾さんの本は読んでると思います。で、これは今年だったかな、去年だったかな、読んだんだけどすっごく良かった。楠木の番人という本です。これどうだろう、翻訳されてるかな、ちょっと日本語以外の言語で書かれてるかどうかはわからないんですけど、すごく面白かったです。で、あと東野圭吾さんといえば容疑者 X の献身ってすごく有名だと思います。これは多分英語とか他の言語に翻訳されていると思います。私のおすすめです。で、あとね、お探し物は図書室までっていう本です。これは青山美智子さんが書いた本で、すごく心がほっこりする、温まるような本なので、多分小説って漢字もいっぱいあるし、まだそんなに読めないよっていう人もいるかもしれないんですけれども、もしね興味があったら見てみてください。で、あとこれは日本語を勉強している人と、前に私のペイトリオンに参加してくれていた方が教えてくれた本で、これは日本語を勉強している人も読みやすいですよって教えてくれました。気まぐれロボットという本です。で、これは私ねちょっと途中までしかまだ読んでないんですけど、でも一つ一つの話が4ページから5ページぐらいの短編なんですね。すごく短い内容で終わるから読みやすいと思います。ただ、もちろん全部のね漢字に振り仮名は書いていないですし、難しいかもしれないんだけど、一つの文章もそんなに長くないんですね。なのでちょっと日本語の小説本とかチャレンジしてみたいなって人はちょっとこれ読んでみるといいかもしれません。そのおすすめしてくれた人のレベルが、JLPT のもう N1 だったかな。なのでもう結構長く勉強してて、全部日本語で書いてある本も挑戦したいっていう人がいたら見てみてください。ちょっとね本屋さんに行って中身少し見た方がいいと思います。今までもいろんな本紹介してきたんですけど、どこで売ってますかっていう質問をよくもらいます。すごく答えるのが難しいです。ごめんなさい。っていうのも、この動画を見てる皆さん
70カ国以上の場所から見てくれてるんですね。なので私が全部の70カ国の本屋さんを調べるのはすごく難しいので、タイトルは概要欄に書いておきます。で、日本の Amazon にはあると思うので、一応 Amazon のリンクも貼っておくので、もし皆さん時間があったら自分で調べてもらえるとありがたいです。すいません。で、あともう一つおすすめ。これは多分もう Vlog が出てると思うんですけれども、神保町のにゃんこ堂さんっていう猫の本専門店に行った時に、これもね多分映ってたと思います。私は別のところで買ったんですけど、これことわざとか慣用句が学べる本です。例えば手も足も出ないで意味が書いてあって、例文も書いてあって、イラストも書いてあるすごく可愛い本です。この本のいいところは、漢字の読み方が書いてあります。なので、ことわざとかね、慣用句ちょっと覚えたいな、勉強したいなっていう人は可愛いイラストを見ながら勉強できるのでいいと思います。はい。でね、ちょっと話それちゃうんだけど、話がそれるっていうのは話が変わるっていう意味です。話が脱線するっていう言い方もあります。全然違う話になっちゃうのが脱線するです。私昨日ね、たまたま100円ショップに行きました。日本には結構100円ショップがたくさんあるんですけど、私が昨日行ったのは CanDo という100円ショップです。で、ちょっと皆さんに見せたいなと思って買いました。じゃん。国語ドリル。で、これが小学1年生って書いてありますね。日本の小学1年生が勉強するような、漢字のドリルです。漢字言葉編って書いてありますね。で、こっちは小学2年生の方です。これ100円なんだよ。すごくないですか？で、ちょっとだけ中身を見せると、漢字ドリルですね。漢字を練習するためのテキストになっています。読み方を書いたり、漢字を書いたりするんですね。で、なんか私はこういうのすごくいいなって思っています。これはもちろんその日本の小学校に通ってる人向けのドリルなんですけど、だからその JLPT のどれぐらいっていうのは言えないけれども、でも日本の小学校ってこういう風に漢字勉強してるんだとか、こうやって書く練習もあるので、結構勉強になるんじゃないかなって思います。2年生の方はこんな感じですね。同じように、読み方を書いたり漢字を書いたりします。もちろん日本語を勉強している人のための専用の漢字の本ってたくさんありますよね。特に例えば JLPT の N2 レベルの漢字の本とかももちろんあるから、もちろんねそれでもいいんですけど、なんかこうやって日本語のネイティブスピーカー、日本人って勉強してるんだっていうのを知るのも面白いんじゃないかなって思います。あと小学1年生でこの漢字勉強するんだとか、小学2年生でこの漢字勉強するんだっていうのもちょっとなんか知れるじゃないですか。それも面白いと思うので、厳密に言うと消費税がかかるので110円です。でもね、ちょっと買ってみてもいいんじゃないかなって思いました。多分キャンドゥ以外の100円ショップにもこういうドリルはあると思います。日本に旅行する時にちょっと100円ショップに行って、国語だけじゃなくて算数とかもあるので、ちょっとね見てみても面白いんじゃないかなって思いました。はい、ごめんなさい、話が脱線しました。で、またさらに脱線するんだけどちょっと皆さんにお礼が言いたいです。何かっていうと、私が去年出版したお出かけ日本語会話が今年の8月に2回目の重版になりました。去年の7月に出版して、去年2024年の11月に1回目重版しました。そしてまた今年の8月2回目の重版になりました。これが最初に出した本で、これが2回目で、2回目というかあれですね、1回目の重版去年の11月で、これが今年の8月
に、重版したものなんですけど、ちょっと表紙変わってるの気がつきましたか？はい、この数字ですね。最初が58万、次が61万人、次が66万人です。これは私の YouTube の登録者数です。皆さんのおかげで増えています。本当にありがとうございます。こちらの新しい表紙に関しては、音声のダウンロードリンクは何ページに書いてありますよっていう、このページ数も追加してもらいました。音声はどうやって聞けますかっていう質問がすごく多かったので、表紙に書いてもらったらすぐにわかるかなと思って今回追加してもらいました。多分この最初に出した58万人って書いてあるやつは多分もう書店にはないと思います。多分ね、書店によって違うと思うんですけど、多分今あるのはこの61万と66万の方だと思います。表紙だけ変わっています。中身は変わっていません。皆さんがリアルな日本語の会話、例えばお店で何かを注文するとか、ホテルでチェックインするとか、そういう時にどうやって会話をするか、お店の人は何て言っているのかっていうのが学べる一冊となっていますので、もし興味があったら見てみてください。こちらの方に関しては全部の書店じゃないんですけれども、私が聞いたり見つけた限り、その本屋さんのリンクを貼っていますので、ぜひそちらも見てください。はい。ということで今日は、読書について話してみました。皆さんの1ヶ月の読書量とか、最近こんな本を読んで面白かったっていうエピソードがあったら、ぜひコメントで教えてください。あと、ジャパニーズトークで何か話してほしいことがあったら、それもコメントで教えてください。皆さん、いつも本当にありがとうございます。また次回の次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。